こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、やっとここまで来ました。企画完遂をかけて、残りのバイオームを踏破しに出発します。これでいよいよ最後です。ラストです。ついにラストね。そしてその先には、ラストをさらに超えたスーパーラストが待っているのね。それラストっぽくないですよ。順調に想定通りに進めば、小1時間で最後の実績である冒険の時間が解除され、この動画の企画は終了します。さて42枚目の地図に入りました。一度でミスなく36種類のバイオームを踏破しきれば、比較的にはメサの地図に戻ってくる必要がなくなります。そうするとラバは置き去りになっちゃうわよ。どうするの？最後にラバをリスポーン拠点に連れて行って動画完結としようと考えていたのですが、気が変わりました。そのうち気が向いたら、このワールドデータを引き継いで、突然変異まで含めた全バイオームコンプを目標とする企画を不定期でやろうかと思います。それまでラバはメサの地図で待機です。今のところはバージョン 1.8 で始める新企画の詳細を詰めるのにいっぱいいっぱいです。なんか、1.8 は重いという噂を聞きましたけど、結構不安なんですけど。それ本当ならラグさんが大喜びね。さて、地図半分ほどのところまで来たのですが。不大花だ、木の立ってるところに花とか怖いですよドキッとします。花を怖がる人って珍しいわね。落ち着いて花の広がり方を見ると花の森林ではないですけど、一瞬でも突然変異を踏んだらやり直しという条件はさすがに神経がすり減ります。そしてようやく下見の時に目をつけていた栄光のトンネル、予定が見えてきました。せっかくだったらもっとトンネルっぽい地形に目をつければよかったのに。これどう見てもゲートよね。仕方がないです。これしか見つからなかったし、溢れ出る熱い熱意に負けました。でもこれだけの大きさで穴が開いてる地形は結構珍しいですよ。ピロロリーン。そして計画通り突然変異を踏まずに大陸を横断できました。緊張がだいぶほぐれます。ここでようやく、プレイしながら神経質なまでにデバッグ画面のバイオーム情報を見続ける必要もなくなります。後で収録データで確認するだけじゃダメだったの？もし突然変異を一瞬でもかすめてたらやり直しですよ。かすめた後のプレイが全部水の泡になるんです。もしもかすめてしまうなら、かすめた時点でやり直ししたいですよ。さて、さらに東の41枚目の地図に入り、屋根状の森の場所までやってきました。立地直前で減速したのですが、どういうわけか船は壊れてしまいます。ラグさんがいてもいなくてもテリーの腕では結局海の木図になるのね。練習積み重ねます。さて、これで冒険の時間バイオーム表の上半分が網羅されましたね。すっきりしました。船で再開して1分ほどで日が暮れてきてしまいました。この日のために海上での就寝を練習したので要領よく組み上げられます。水蓮の葉の上に直接ベッドを置ければ少し楽なんですけどね。投下するブロックの上ではベッドは置けないのかな。そして、砂漠とサバンナの場所までやってきました。船はやっぱり壊れます。ぶつけても壊れないダイヤの船とか実装されないでしょうか。されないですよね。さてサバンナも踏破です。そういえば、私は全バイオームの中でサバンナが一番好きなんです。村が生成されるし馬もいるし、突然変異は雲を軽く突き抜ける高さで見応えも登りがいもありますからね。これでサバンナ第一も踏破です。あと砂漠丘陵を踏めば、残りはジャングルとメガタイガとキノコだけになります。砂漠丘陵を踏みました。いよいよもって残りのバイオームが少なくなってきました。本当にラストが見えてきたわね。そういえば、第1話の動画説明文を見てみたら、のんびりやっていきますねと私は書き残していました。
ここまでのんびりやったのだから、有言実行と言ってもいいでしょうか。普通のんびりというと、日常プレイ的なほのぼのプレイのニュアンスじゃないの？地図40枚目の中央付近を進んでいると、恐竜に出くわしました。地上で淡々地図埋めしていてモチベーションを維持できたのは、こういう自然生成された地形に時々出会えたからかもしれません。この地図中央のわずかな陸路もあっけなく終了。残りのルートは回路だけです。不往前方不注意。あ、そうか。ダイヤの船でぶつかってたら鶏は助からないですね。だから船が柔らかく作ってあるのか。私は何を思い違いしていたんだろう。一体何を言っているのかしら。あ、プレイのミスをごまかそうと必死なのね。さて、再び夜になったので海上就寝に取り組みます。これ、夜の陸地上陸を避けられて案外便利ですね。もっと早く活用してればよかったです。なんで今まで思いつかなかったんだろう。うわぁ。まだ改善の余地があるわね。特にプレイスキルとかあとゲームの腕とかね。建築系は経験が浅いです。さてこれで撤去完了。で、船はなんであんな遠いのでしょうか。さて十分に減速して。まあ、船がまた壊れてしまいましたがジャングルに到着です。船を岸辺に寄せる練習はあと、メガタイガとキノコの2回しかできません。2回じゃちょっと、船の岸辺寄せ達成は絶望的になってきたわね。たった2回で腕を磨くのは無理です。素早く綺麗に寄せるのは妥協してやり方を工夫しないとならないですね。さて、この川を渡ったところにジャングルがあります。ここはさすがに覚えてました。このまま丘陵まで駆け抜けます。1分ほど先にあるんだったかしら。予定通りです。これで残りはメガタイガとキノコだけ。もうちょっとですが、なんか息をずっと我慢してる感じがしています。そして10分弱の航海で、39枚目の地図の東にあるメガタイガの位置にやってきました。位置的にはキノコ島の方が近かったのですが、メガタイガは突然変異が生成されうるのでキノコを最後に回します。そしてなんと、船を岸辺に寄せることを成功しました。まあどうでもいいんだけどね。タイガは未だに、目視で突然変異と普通のバイオームと見分ける方法がわかりません。でも、ここの辺りの地形は下見の時の記憶があります。大丈夫なはず。今にして思うと、このメガタイガとキノコが見つかったのは、メサがそろそろ出てくる伏線だったんですね。他の伏線は全部外れだったわよ。さてあとはキノコ島だけ、ここまでほぼノンストップです。一気に実績解除してしまいます。これが最後の航海です。この企画を始めるときは、まさか地上に滞在する時間がこんな長くなるとは思いませんでした。バージョン 1.7 台での初プレイだったので、最後までやり遂げたいとおまけで全実績解除の目標を追加しただけのつもりだったのに、1.7 台に不具合があることを知らずに、メサが見つかりにくいことも知らずに、いやー若かったですねあの頃は。リアルで一切年取ったものね。最終目的地である、キノコ島が見えてきました。予備で作っていた船も、ここまで来るともう用はないです。あとは上陸するだけです。頭にキノコが生えている爬虫類っぽい地形も元気そうね。さて近づいてきました。今度こそゴールのはずです。海岸から海に伸びたキノコ島海辺バイオームを踏破。残り一つです。最後の船も岸辺寄せ失敗し、無事に大破しました。最後の一歩はやっぱりノンストップというわけにいかないですね。躊躇します。やりました。これで企画達成です。
持ち込みなしの完全地下縛りから廃校を発見し、エンダーアイを投げずに要塞を掘り当てて、ダイヤを1500個掘って、ネザーで頭を6つ集めて。実績画面を確認すべきですね。長らく見ていなかったですが、確か真ん中ら辺でしたっけ？あった。獲得済です。冒険の時間のバージョン 1.7 台での不具合すり抜けに成功し、全実績解除を達成しました。長かったこの企画も本当にようやく終了ね。まあ、細かく地図埋めしてなければもっと早く終わったはずだけど。でも、バイオームの生成具合を広範囲に確認できました。次回作に活かします。さて、これでこの企画は終了です。ここまで視聴していただいて、様々な形で応援していただいて、本当にありがとうございました。正直想定外なことが多くて、モチベーションが鍵となったこの企画達成は、私の根気だけでは足りなかったと思います。本当にありがとうございました。本当にありがとね。さて、バージョン 1.8 での次回作ですが、すみません。最近まで考えてた企画は没、この企画より困難でやり遂げたい企画をひらめいてしまいました。大丈夫？いい病院を紹介してもいいわよ。今回の企画ほどには長くかからないと思います。多分。それじゃあね。これでこの企画は終了よ。バイバイ。長かったけどほんと終了。バイバイ。またね。